人のこう生命っていうか命となんか光っていうのはすごくイメージとしてそういう被ったんですよね。通算7枚目のフルアルバム「ライツ」を完成させたグローブ。今回はユニットの中枢を担う小室哲哉にロングインタビューを敢行。アルバムそしてメンバーへの思いを激白。要チェック。去年のアメリカのテロの事件の衝撃というのはやっぱり大きくて、命となんか光っていうのはすごくイメージとしてそういう被ったんですよね。もうずっともうその時点から光という言葉がキーワードになっていて、自分の中で音的にはまあいろいろなすごくアグレッシブな音であったり優しい音であったりとか、いろんな表現の方法でいろいろな光を表現していきたいなと思って。あなたのために私のために。ピアノとメロディーとで歌詞と、全てが自然と動いてしまってっていうような形で、メロディー構成歌詞全部が含めてそうですね10分ぐらいでできちゃった曲で、作ったというか、久々にもう本当、10年とか5年でもいいんですけど、あまりこうなんか湧いてくるとかっていうのはね、よく降ってくるとかっていう言葉もありますけれども、その中のそういった類のもので、これはなんか引っ張られてるんだなっていうか、それで導かれてるんだなっていうふうには思いましたしね。なかなかないんです、そういうことは。今回のアルバムジャケットには恵子のワンショット写真がフィーチャーされている。あえて彼女一人が被写体となったその理由について小室哲哉はこう語った。写真とかにしてもその分もともとは別に僕が好きなわけじゃないからそんな僕が好きなの映るのが好きな方、好き嫌いとかもう大嫌いな方だから、今回のジャケットなんかはもう別にどうしようかじゃなくて、グローブということを映像であったりグラフィックで表現するときは恵子のビジュアルですかでいくというのはもう随分前から決まっていて、無国籍感というか、なんかあまり特定なこうイメージを持たないところから始めて、そこからどうグラデーションのようにグローブに落とし込んでいくかっていうのはもうアウターネットの時から決めてたことで、そのグラデーションのようになっていくものが、当然恵子というものをフューチャーしていくっていうことにももう前から決まってたことなんですね。アウターネットで女の子を、どこの子かわからない、本当わからないけどグローブと何か関連性がなんかどっかであるんじゃないかって女の子からこの恵子の表情になるまでをずっとグラデーションのようにこう変化させてきたつもりなんですね。小室哲哉が掲げたグローブのビジュアルコンセプト、それは最新シングル「Many Classic Moments」のプロモーションビデオともリンクするという。チャンネル A が潜入した撮影現場にはジャケット写真と同様にたった一人でカメラの前に立つ恵子の姿があった。彼女が表現者なので、やっぱり表現者が一番分かりやすく出てた方がいいと思っていて、ジャケットと一緒でこれも恵子だけが写ってるっていうことで、どんどん分かりやすくシンボリックなものを、アイコン的なことになっていくための今作業をしているので、グローブのアイコンみたいなのが恵子自身になっていく。マークと僕が写ってるのはライブだけとかっていうことになっていくと思うんですけども、それはやっぱり自分の一番最も優れているところにエネルギーを注ぐっていう方になってるみたいですけどね。
あれだけ楽しい時間の代わりに部屋でずっと文字をその音符に合わせてはめる作業をするとどっちがいいのっていうことで、ね、どっちがやりたいのって言ったらもうどう考えても前者だったりとかするわけで、せっかくこう何人かいるわけだから1人で3ホール3だったり4があったりとかだったら5のものが1人ずつ持ってた方がいいと思うんですよね。僕がもう少しいくつか5を取るところを少し僕が多少多めに頑張れば、あとはもう任せとけば、例えば体育は稽古は5を取るみたいなとかそんなようなことだと思うんで。昨年からグローブが挑み続けてきたトランスサウンドへのアプローチ。ニューアルバムの冒頭を飾る「Many Classic Moments」はその集大成ともいえる作品である。僕よりもトランスっていうジャンルに関してはもう全然彼の方が長いし好きで聴き始めたりとか。もともとミュージシャンから入ってきた子じゃないので、グローブになって初めてミュージシャンになってっていうところでのやっぱり自分でのなんていうのかな、勉強もしてきてグローブをやってきてるんですよね。発表の場をこう上げないと、やっぱりいつまでだっても生徒みたいなことで終わってしまうので、今回はどうしてもやってみたいっていうところで、クオリティ的にも、こういうものが入ってもこれでグローブとしてはおかしくないなっていう、そういうトライをしてもらったっていう形ですかね。一番願いはもうどんどん進化していってほしいっていう気持ちですけど。このフェードイン2には4月に発売が予定されているネクストアルバムへのヒントが隠されているという。2枚組なんですよ、単純に。次の1曲目は10曲目から始めますけど、当然それはつながってきますけど、昔のアナログ版で言ったら A 面から B 面にただ移るだけなんで、僕たち世代だとこう逆さまにするっていうね間っていうのは何とも言えない空気感があって、一回現実に戻るというか、なんかちょっとインターミッションみたいなものがありますね。なんか整理したい時とか、そこで一回、ちょっと空気を変えたい時とかすごく大事なんですよね。つながってたらいいなって思った時もあるんですけれど、でもよくよく考えたら期待感っていうのはすごいものがあって、2枚組ということなんですけれども、もうちょっと A 面 B 面と思ってもらっていいんじゃないかなと思ってて。僕の場合はその聞き手の人が気持ちいいものを作ることが自分の中で気持ちいいんですね。どうしたらいいなと思ってもらえるのかなっていう、さっきからずっと言ってる研究所なんで、あくまでも実験室というかそういう研究をしている場所なんですよね。いかに気持ちよくなってもらうかを研究してるところだっていうとこなんで。だからもう別に本当アーティストっていうのとはちょっと違うんじゃないかな。
今回はツアー初日の彼らに完全密着。本当ですか？ CNN でこのいないんだから久しぶりなんだからみんな気合いよいよいよチャンネルオーバードースのお尻の方踊ってるかいからお願いします。あそこに行くまで。あだから8つ前から行っちゃった方が気持ちいい。そうかね。8つ前ね。長かった。長かった。違う。最高なこうイベントにしようかな。全てが1個に最後の方なってくれれば、最初から1個にはなるのは多分無理だと思うんで、最後の方に最後にグッとこう1個になって会場がグニャンとこう曲がってくれたら、もうこっちの頂きですね。久しぶりだな横浜アリーナ。まずはニューアルバム「ナイス2」からこの曲いってみよう。オープンさんレインボー。 It was just like before, a feeling that almost lost comes back with happiness, forgetting the pains to come. Kimi no tonali, you made on a canny. I wasn't ready, something changed, it became the rainbow. 空へ駆け上がる気持ちを持ってたら、遠い虹を越えられなくても素敵な感覚なんじゃない。いろいろな光を表現していきたいなと思って、昔のアナログ版で言ったら A 面から B 面にただ映るだけなんで、今年2月に発売された「ライツ」に続くニューアルバム「
ライツ2を完成させたグローブ。アナログ版に例えたら B 面に当たるというその内容とは。今回も小室哲哉にロングインタビューを敢行。知られざるニューアルバムの全貌に迫る。最初から2枚っていうのはないですけど、結局12月から2月終わり3月頭ぐらいまで4ヶ月間ぐらい制作していったんで、今まででは一番制作期間は長かったと思うんですけど、トータルで21曲っていうような感じで、ボリューム感をとにかく出して今のやろうとしていること、やりたい音とかをアピールしたいって、ボリューム感っていうことでアピールしたいっていう。前作「ライツ」の最後10曲目に収録された楽曲「Fade Into」、その続編が冒頭を飾り11曲目からカウントされる「ライツ2」。コンセプチュアルかつ意欲的なこの2枚のアルバムはそれぞれ青と赤というビビッドなテーマカラーを持っている。もともと青はテーマにしてたんですけど、最初はインディゴブルーみたいな色がすごく今を感じていて、でも東京の夜景とか見てるとすごいやっぱり赤のライト、夜の夜景とかのビルのねともやっぱり都会の今のを感じたりとかしていて、そんな今感の青と赤っていうのは思ってたんですけれども、あと、専門家の人にいろいろ話を聞いて、その青は何の象徴かとか、一番こう平和感とか癒され感みたいのを表してたりとか、やっぱりすごく赤はすごく自分の中での情熱的なことを感じてたりとか、そういうのもすごく共感できたんで、あとビートルズの赤版青版みたいなのも思い出したりとか、随分今回はライツとはいうものの青と赤っていうのが別にブルーとレッドでもよかったぐらいで。青のライツ、赤のライツ2。ジャケット写真で表現した2つの光。どちらのアルバムも根底にあるテーマが光ということに変わりはないが、その表現は時とともに変化を遂げた。光を感じさせることには変わりないんですけれども、9月のそのテロの事件のことから始まって、最初はすごいその魂みたいなとかそういったものを描いたんですけども、この半年から8ヶ月ぐらいもなっちゃうと思うんですけど、その光というものに対する考え方もすごく平和なことであったりとか、希望に満ちたことであったりとか、光から連想させるものが随分明るくなってきたっていうか、自分の中でも一番象徴的なのはやっぱり虹とかはそうかなと思いますね。光なしでは絶対雨とか水と光なしでは出てこないものなんだけれども、それですごく誰一人嫌な気分になるものではないっていうか、虹を見てとかっていうところまで来れたと思うんですね。ニューアルバム「ライツ2」を象徴するかのごとくポジティブなメッセージを散りばめた「Over the Rainbow」。通算27枚目のシングルでもあるこの曲は現在観光中の全国ツアーでも披露され、オーディエンスに大いなる一体感を与えた。今年3月からスタートした3年ぶりの全国ツアーグローブツアー2002。前半戦の3カ所で行われたのはカテゴリートランスと銘打ったイベントスタイルのスペシャルライブ。トランシーでアッパーな選曲、レーザーやモニターを駆使した演出。彼らはアリーナクラスの会場をトランスパーティーさながらのダンスフロアへと変貌させた。メンバーはもちろん集まったファンにとっても極めて実験的な試みだったカテゴリートランス。今回のこのトランスのは
そのコンサートという枠なのにもかかわらずイベントのノリでが来てくれたりとかって、その感謝の気持ちはすごい大きいんですね。なので今回そのホールなので、そこでまたホールでさらにイベント風に盛り上がれよって言ってもそれはあまりにもかわいそうで無理があるので、そこはホールならではのすごくコミュニケーションが取りやすいようなものにしようとは思ってたんです。こんな曲ってやってなかったけど聴いてみたいとか、これは定番だからやっぱりもう一回ちゃんと聴きたいでしょうとか、なんか曲の説明があったりとか、その演奏する前にこれはこんな、まあ僕も今回、他のものではよく喋ったりするんですけど、なぜかグローブとかは DM とかからずっとなぜか喋らないっていう風にしちゃってたんで、ファンの人にとってはすごいなんとなく何でもないことなんだけど出し惜しみした分多少価値が出てるかなっていう感じ喋ったよって感じ。僕らはこのステップの一番とりあえずまず目標、最初の頂上みたいなことでもやってきたことって多いんですけど、たまたまあの2人っていうのは飛び越してドームとかからやれちゃったりするんで、そういうあの武道館の感覚っていうのは味わわせてあげたいなと思ってて、ファンもそうなんですけどね、ファンも武道館ではなぜかあの大きさなんだけどすごい近いんですよ。どちらからも近かったりするんで、でもあれだけの一体感みたいなのは特別な場所だったりもするので、ホールではないけど、武道館まで含めたやったことない空間でそういうファンに対してっていうのを思ってますね。言葉はどうかもしれない。結局ずっと言ってるのはミニマルミュージックっていうので、そのリピートしていく、繰り返していくものですよね。それはダンスミュージックとかに関わらずヒーリングにしても何にしても本当羊が1匹羊が2匹と同じで、あれって基本だと思うんですよ。リピート感っていうのがなぜかこうとか、なんか数字を数えたりとかね、なんか一つ覚えたものを繰り返すとかっていうことっていうのは心がこうなぜかこう落ち着いてったりとかが盛り上がってったりとかね、いろいろ、それでミニマルミュージックと似てると思うんですよね。だからそういう使い方のものは増えていくと思いますね、すごくね。いずれはそういうさっきも言ったけど体のために役に立つような音を作っていきたいんですよね。ニューアルバム「Lights2」を締めくくる「Many Classic Moments」のピアノバージョン。静かに流れる癒しの調べはグローブの新たな目論見へのプロローグなのかもしれない。